はい、どうもです。今回はですね、5日前ぐらいに取れた夜光貝をさばいていきます。で、こんな感じでね、海で活かしてるんで、うわ、表。よいしょ。はい。前回取った分なんで、10匹ぐらいじゃないかな。夜光貝は10日間ぐらいはね、生かしといても大丈夫ですね。1ヶ月とかね、生かしとくと貝柱がちっちゃくなっちゃうんですよ。よいしょ。重たっ。20キロぐらいそうなんだけど。じゃあ、キッチンに行きましょう。はい、というわけで戻ってまいりました。今回はですね、夜光貝、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13個をさばいていこうと思います。はい、というわけで今回ね、これだけの夜光貝を用意したんですけども、なんと、プレゼント企画でございます。はい。漁師のだけ LINE 公式アカウントに登録してた方に、今からさばくやつを無料で5個プレゼントさせていただきます。ということで早速、観察していきましょう。はい、こちらが夜光貝ですね。世界一大きいサザエと言われておりますけども、さてどれが一番大きいかな、どのぐらい重たいのか測ってみましょうか。さて、何キロでしょう。 2.3 かな。大きいのだと 2.3 キロありますね。ただね、可食部はだいたい10分の1ぐらいかな。だから 2.3 キロの貝ですけども、実際食べれるところは、300グラムいかないぐらいなんで、今ね、夜光貝の販売昔してたじゃないですか。なんでしなくなったかって言いますと、競り値がですね、当時してた頃に比べてですよ、なんと20倍に上がっています。買えません。なんか、沖縄とかに行って、うわ、夜光貝だ、沖縄の気分を味わうぞって言って、沖縄で観光客が食べる分には理解できるけど、家庭消費でこの高級品を食べる人はなかなかいないんじゃないかなと思って、我々はちょっとね、今取り扱いをやめております。これ 2.3 キロなんで、もし売るとすれば、利益がギリ出るぐらいで売ろうとすると、1万5千円から1万8千円ぐらいかな。ちょっと高いよね。だったら伊勢海老食うよねってなるんですけど、伊勢海老も値段がめちゃくちゃ上がってます。やっぱ沖永良部島は沖縄に観光客がどれだけ来るかで、こういう貝とかのね、値段が変わってくるんで、もう本当にね、素潜りってギャンブルなんですよ。普通になんか10倍値段ついたりとか、半額以下やん通常のみたいなとかついたりするんで、1万円分取ったわーって思ったら、10万円になってるってこともあれば、1万円分取ったわーって思ったら、2000円みたいなこととかよくあるんですけども、そうしましたら、今回ね、5個分はプレゼント用にしまして、そして2つ分はですね、北海道でお世話になった白田さんにプレゼントしまして、残りの貝で料理して食べていこうと思います。久しぶりの貝剥きですけども、パパッとね、貝剥いてしまいましょう。ちょっと1個目だけね、しっかりと丁寧にさばいて皆さんにお見せしていきます。苔がついてますんで、これは一番大きめのやつですね。で、夜光貝って、こうやってやってると、中身が出てくるんで、中身が出てきたところをですね、こう貝柱で繋がってるんで、貝柱をサクッと切ります。久しぶりだからちょっと失敗したな。でやりますと、こうやって取ることができます。で、貝の血はですね、銅を含んでるんでね、青いんですよ。で、貝柱がですね、この内側と繋がってますんで、この内側繋がってるところを手でこうやって取りまして、よいしょ。外すと、これが夜光貝ですね。で、まだこれだけだと可食部にしきれてませんので、この白いでかい部分が貝柱なんですけども、この白いでかい部分にこの内臓がついてますんで、内臓とエラを外して、で、ここも内臓がありますんで、内臓を外していきます。ちょっとベティナイフに慣れてないから難しいな。で、ここがですね、貝の蓋って呼ばれる部分なんですけども、ここがしっかりとね、くっついてるんで、切り離していきます。で、この貝柱もひだひだを取って、このひだひだも美味しいんですけどね、若干成形して、こんな状態で、プレゼントね、させていただくという感じですね。あと、ここに口が入ってるんで、口を取ります。で、口の周りも、ちょっとね、食感が悪いですから、しっかりと取っていきます。で、今回は、この貝柱と足、そしてこの蓋と殻のセットでプレゼントさせていただきました。で、これ綺麗になったやつは、こっち置いときましょう。夜光貝だったりとか、普通の貝はですね、夜光貝もそうですけど、貝殻っていうのはですね、炭酸カルシウムっていう物質でできていまして、炭酸カルシウムにですね、塩酸をぶっかけると、こういう式が成り立つわけですね。みんなちょっと嫌な気持ちになったかな。CaCO3 プラス、これがね、夜光貝です。プラス 2HCl。これは
塩酸ですね。そうすると、CaCl2 プラス H2O プラス CO2 になるわけですね。つまりですね、貝殻に塩酸をかけると、こっちの方はね、ちょっと今触れませんけども、二酸化炭素と水が発生するという理屈なんですけども、夜光貝はですね、一番外側が石灰層っていうもので覆われてまして、その下にですね、青緑色の層があるんですよ。さらにその下に真珠層って言われるものがありまして、真珠層まで溶かして5000番とかの安いでピッカピカにしたら、めちゃめちゃ綺麗なクリスタルな貝になるんですね。今回はですね、さばいてる間にですね、どのぐらい溶けるかわかりませんけども、このサンポールにつけていこうと思います。このサンポール自体が主成分が塩酸で 9.5% の濃度なんですけども、本当はもっとね、濃い塩酸でやりたいところではあるんですけども、市販で簡単に手に入るのはサンポールぐらいなんで、サンポールでやっていきましょう。まずは入れる。で、さっきの式でわかるように、塩酸はですね、無限に溶かし続けられるわけじゃなくて、こうやって泡になってるんですけども、反応が進むにつれてですね、塩酸の濃度はどんどん薄くなっていきます。なので、最初の方は結構いい勢いでね、溶けていくんですけども、だんだんね、溶けるスピードが遅くなっていきます。それが塩酸の特徴ですね。ちっちゃいからだと1時間半ぐらいで結構いい感じにね、溶けたりしますけども、二酸化炭素が発生していますね。この泡は二酸化炭素です。特に毒物ではありません。で、ペットボトルは塩酸では溶かせませんので、ペットボトルでかさ増しをしていきましょう。はい。では、さばきを続けていきましょう。これ勢いなんですよ。これ慣れるまで結構ね、包丁折る人とかもね、いらっしゃいますよね。こいつは中身が久しぶりすぎて衰えてましたが、戻ってきたぞ。やばい、引っ込んだか。出てこい。いけると思うんですが、いけない可能性もある。いけた。こいつは強情ですね。ちっちゃいやつはなかなか出てきづらいんですよね。これはまだ出てこんな。諦めだ。こいつはちょっと出てきたんでいけそうですね。はい。ダメでした。はい、そしたら今度はですね、この貝柱をひたすら取っていくっていう作業ですね。ちなみに夜光貝の殻はですね、長時間茹で続けるとですね、真珠層が剥離してきまして、で、その剥離したものがですね、本当に真珠みたいな色合いをしてまして、それを漆と一緒に加工したものが螺鈿って言うんですけども、その螺鈿っていうものがですね、めちゃめちゃ綺麗でして、あんまり日本でも知ってる人がいないんですけども、日本って黄金の国ジパングってね、言われてるじゃないですか。黄金の国って言われてるゆえんの一つとして、中尊寺金色堂の黄金の銅像だったりとか、とにかくすごい量の黄金でできたものを発見した人が、黄金の国だここはって言ったという説があるんですけども、そこの中尊寺金色堂の柱にですね、この夜光貝の殻の螺鈿が使われてるんですよ。で、夜光貝ってね、大体ね、屋久島より下ぐらいじゃないといなくて、実際に当時、平安時代に屋久島からわざわざ献上品として、岩手にある中尊寺金色堂まで持ってかれて、建物の一部となってるわけですよ。当時車なんて何もないようなね、そんな時代に屋久島から持ってかれてたんで、当時はもう本当に相当なお宝だったんだと思われます。島にはたくさんいますけどね、夜光貝。これね、わかるでしょ福井さん。握力めっちゃ持って帰るんですよ。めちゃめちゃしんどいっすよ。めちゃめちゃしんどいっすよ。今日、今7本連続ぐらい動画回してるじゃないですか。疲れた。もう、指先の感覚がもうあんまりもうないもん。このでかいやつがね、よーひっついてて、握力を持って帰るんですよ。出してないやつが2匹いるけど、こぼらすと。よいしょ。一旦殻むき終了です。はい、というわけで、頑固な2匹を除いて剥き終わりましたが、ちょっとなんともグロテスクな見た目でございますね。はい。じゃあ、こっからまた流れ作業でございます。殻を外します。てか、1万円相当のプレゼント当たるってめちゃめちゃ嬉しいよね。これ当たったら殻ごときますからね。ほんまはね、伊勢海老でもやりたかったんですけどね、伊勢海老がもうなんか取り尽くされてていないんですよ。めっちゃ探しても。よいしょ。はい、今度は口を取っていきます。これ歯舌って言うんですけども、岩の表面に生えてる海藻をこの歯舌で食べるんですけども、ここを取っていきましょう。しっかり取っていかないと食感が悪いんでね。
ちなみに夜光貝はなんか普通になんかアワビと比較しても全然遜色ないぐらい美味しくて、絶対アワビと同じぐらい価値あるよってずっと言い続けてきたんですけど、今マジでアワビと同じぐらいの値段になっててドン引きしてる。漁師としては嬉しいですけどね。はい、そしたら今度はこちら内臓ですね。内臓を取っていきます。夜光貝はやっぱ結構もうなんかさばき慣れてるんで、あんな10匹とかいてもなんだかんだ30分とかあればさばき終えれそうですね。一応このちゃんと砂抜きの期間を置けば、この肝バター醤油炒めとかしても美味しいですけども、結構でもサザエやアワビとは違って癖が強いんで、俺はめちゃめちゃ好きなんですけど、友達に振る舞うとあんまりいい顔されないんですよね。よし。そしたら出ないやつはもうね、茹でて食べる。あ、こいつは出そうですね。もうちょいなんだけどな。来ましたね。で、あとはね、洗って一旦きれいにします。はい、そしたら綺麗になりました。で、揚げるやつは、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7。OK。で、我々はこれを食べましょう。これだけでも結構量はありますけどね。はい、というわけでここから調理していくんですけども、なんかね、夜光貝を圧力鍋で煮るとめちゃくちゃ美味しいって聞いたんで、今回は半分ね、圧力鍋で煮ていこうと思います。で、味付けはですね、特にありません。なんか、夜光貝の出汁が出て、めちゃくちゃ美味しいらしい。セット。はい、ではこちらでですね、つぼ焼きにしていきましょう。まあ、こんぐらいちっちゃい夜光貝だとね、つぼ焼きでも美味しく食べられます。あんまでかいやつだとね、ちょっと硬くて食べづらいんですよね。硬くてでかくて。はい、それでは香草バター焼き用に、一口サイズに切っていきます。おー、まだ動いてる。ちょっと食べよう。うわーよし。まあ、夜光貝の加熱料理は基本的に冷めた瞬間にカッチカチになるんで、全部できる瞬間を揃えていきましょう。サンポリにつけた夜光貝ね、こちら見ていきましょう。お、いい感じになってますね。1時間半程度つけてみたんですけど、こんな感じになりました。はい。ここだけ、本当にこの一部分だけなんですけど、ここだけ真珠層が見えてますね。もうちょっとつけた方がいいですね。はい、ということで急遽なんですけども、キャンペーンを行おうと思います。こちら、私が取ってきました、まあ、特大の夜光貝なんですけども、こちらですね、ピカピカに磨き上げようと思います。まあ、大体3時間ぐらいで磨けるんじゃないかな。はい。で、このピカピカに磨き上げたものをですね、なんと視聴者プレゼントします。ということで、まあ、条件はですね、マグロジャーキー、まあ、オリジナル味でもコクマル味でもですね、5個以上購入してくださった人の中から限定で1名様にプレゼントさせていただきます。期間はですね、この動画がアップロードされてから1週間となっております。よろしくお願いします。じゃあ頑張って磨いていきます。じゃあ磨いていくんですけども、まあ、磨き方には何種類かありまして、この渦巻きの形のとこだけ青い層を残してピカピカにしていく磨き方と、この青い層全部取ってしまって、まあ、全部オパールみたいなこういうね、色合いにして磨いていく磨き方と、もう一つのやり方はね、ちょっと僕には技術不足でできないんですけど、まあ、リューターっていう、まあ、虫歯とかを直すような、すごい細い研磨機で絵を彫ったりとかして、この中にライトを入れると、例えば、エイを彫ったりとか、
クジラを掘ったりすると、エイの形が浮き上がる、綺麗なランプシェードになったりするんですね。はい。それは難しいのでできないんで、今回丸磨きっていうね、全部この真珠層を残すやり方をしようと思います。ではこちらグラインダーで石灰層を落としていきます。はい。なんかこれさ、思ったんだけどさ、夜光貝の殻、僕のね、サイトで売ってるんですけど、サンポールにつけるだけで夏休みの宿題完成しない？で、さっきの化学式書いて、それっぽくすれば、こいつできるみたいな。小学生だったらね、中学生で習うっけ？高校生で習うっけ？高校の向きで習うような気がするんですけども、いい夏休みの宿題になるんじゃないかな。いいや。ただね、削るの非常に危険で、石灰が肺の中に入ると結構ね、あんまり体としては良くないんでね、もしね、真似する場合は、このグラインダーもね、指飛びますし、石灰もね、肺に入ると大変なんで、真似するんだったら防塵マスクと防塵メガネして、しっかりね、手が切れないように気をつけながらね、やっていきましょうね。では、開始していく。はい、では削っていきます。だいぶうるさいんで、音はなくなると思います。はい、というわけで、もうだいぶ日も暮れてきたんですけども、はい、ということでね、2時間でこのぐらいの感じに仕上がりました。こっからですね、動画上で見ると結構ピカピカに見えるんですけど、まだまだ粗いんで、ここからペーパーサンダーで削っていきます。細かい傷がこうやってあるんですけど、こういう細かい傷を、少しずつ慣らしていくって感じですね。やっぱりグラインダーで削るとね、0. 数ミリぐらいボコボコができちゃうんで。よし、完成や。はい、というわけで、3時間ぐらいかけて磨き上げたものが、こちらとなります。ぜひぜひ皆さん応募してみてください。概要欄か動画下の画像からね、購入することができますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。では、さばき動画に戻っていきましょう。はい、そうしましたら、圧力鍋完成しましたんで、こちら、香草バターを使って夜光貝を焼いていこうと思います。なんすかそれ？これ福井さんが来る前に商品開発してたやつですよ。香草バターと夜光貝一緒に焼くとめちゃめちゃ美味しいんですよ。で、これを混ぜたものを冷凍して焼くだけで美味しいですよっていう風に販売しようとしてたんですけども、1ヶ月ぐらい冷凍してると貝に塩味が入っちゃって、で貝の水分をバターが奪っちゃってボツとなった商品でございます。このバターは美味しいんでやっていきましょう。これめっちゃうまいですよ。では入れていきましょう。バターが少なかったから豆乳。うわ、ええ香りや。めっちゃええ香り。よし、いい感じでございます。これがね、またうまいんですよ。さて、圧力鍋はどうなっているやら。おー、結構色が出てますね。香りはね、すごい上品な感じですよ。友達曰くですね、このスープごとうまいっていう話なんで、スープごといっちゃいます。でもこんなんがね、実際問題めっちゃうまいですから、ネギかけよう。どんな味なんやろうな。これだしゼロですからね。夜光貝の旨味だけ。よし。はい、というわけで完成しました。いただきます。いやー、ちょっとね、久しぶりにこういうね、夜光貝を13匹さばくっていう、僕のスタッフのみんなが工場でやってくれてるような立ち仕事をやったんですけども、13匹だけでも、なかなか立ち仕事って慣れてないとハードっすね。きつ。全然13匹余裕でさばけるだろうと思ってさばき始めたんですけど、疲労感えぐい。じゃあ、まずはバター焼きからいきましょう。うわ、うめえ。やっぱこのバジルが入ってることによって、バジルの香りとやっぱり夜光貝の味合いますね。めちゃくちゃ美味しいです。これめちゃくちゃ美味しいけどね、商品ができなかったのが残念。今の技術だったらできないことはないですよね。ソデイカ、夜光貝高いからイカとかになると思うけど。それでは、けたたましい色をしている。これ、臓物大丈夫ですか？はい、殻が外れました。で、ここに醤油をぶち込むと。これ取り出せるのか？取り出すと。でかい。うわ、でかい。熱いんやろうな。絶対にやけどする。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいです。とんでもなくうまいです。うわ、うまっ。
食べづらいけど、なんか夜光貝の旨味がどこにも逃げてないから、すごい凝縮されてて美味しいですね。この内臓の色が、けたたましい色の原因だと思うんですけど、俺自体が夜光貝の肝別に普通に好きだから、普通に美味しいですね。うまい。さてさて、本命でございますよ。圧力鍋で煮た夜光貝です。スープはどんな味なんやろ。ちょっとスープを。わ、これは、お吸い物や。いただきます。なるほどね。なんか食材そのものの味を楽しむ人とかは好きな味かもしれない。夜光貝っておそらく貝なんで、コハク酸ナトリウムとかそういう旨味成分がメインだと思うんですけど、コハク酸ナトリウムってそこまでね、強い旨味成分じゃないんで、しっかり味があるかって言われたらそんなに味があるってわけでもないんで、これに昆布とか魚のアラとかね、一緒に入れたりした方が、夜光貝の味ってよりは、その旨味として、出汁としてちょうどいいぐらいの味になるんかなって感じですね。でもこれはこれで全然ありですね。まさにお吸い物って感じです。はい。あとは夜光貝ってすぐ食べないと硬くなっちゃうんですけど、それがないのもまたいいですね。さて、また何か見つけた模様。潜行開始。水中銃を構えていないが、取れたのは夜光貝ですね。これもかなり大きいサイズですね。さて、カメラマンがいないところで密かに夜光貝をゲット。さらにまた夜光貝がいます。どこにいるか分かりますでしょうか、皆さん。これは分かんないんじゃないかな。ゲット。これ結構でかかったですね。2キロ普通に超えてましたね。そう、結構重たいんで夜光貝持つとね、沈むんですよね、体が。さてさて、どんどん夜光貝を取っていきます。ゲット。意外と皆さんこれ夜光貝見つからなくないですか？最初はね、やっぱり岩にしか見えないんですけど、1年ぐらい続けてると夜光貝が簡単に見分けられるようになるようです。まだ僕はその域には至ってませんので、本当はあと10匹20匹いるはずです。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで降らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。